こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやく1キロの遠足ミッションを完遂させ、自宅で疲れを癒したところまでです。結局何一つ進んでいないけどね。いえいえ、死なずにここまで掘り切れただけでも結構満足です。さて、簡易地図の方はこんな感じになりました。次は3本目を掘っていきますが、まあまあの運があればこの3本目で廃校が見つかるでしょう。前作の廃校分布で考えると、本命は4本目、5本目あたりだと思ってます。なお収集済ブロックは表の通りで、次の狙いどころは花崗岩2種類と羊毛と考えています。さて、前回ダイヤ鉱石を見つけた角っこまで来たのですが、ゾンビが湧いて手を追うって感じです。うまいことゾンビ肉2枚いただけないでしょうか？ハートが3つと寂しいんですよ。死んだら一気にハートが温まるわよ。お断りです。お、ゾンビステップ。残念、1枚しかもらえませんでした。ハートがここまで少ないとプレッシャーがきついんですけど、なかなか楽させてくれないですね。もう楽になってもいいのよ。まだまだです。満腹ゲージがこれだけ残ってるので、家計をやりくりすればなんとかなりますよ。ちょっと待って。来たー。どっち向かってるのよ。あ、花崗岩の場所確認ね。このチャンス絶対逃したくないです。ここで花崗岩2種類ゲットできたらすごく大きいです。また大げさに言って、変わってもたった2段差じゃないの。とんでもない。一昔前のブロック統計情報で計算すると、2段上なら廃校埋蔵量が 1.5 倍になるんですよ。あれ？来ないの？うわー危ない危ない、焦った。あら今爆発してたら鉄を採掘してもらえたわね。染料にすらならない鉱石なんぞに用はないです。うおー、ダメージはハート半分で済みました。で、やった？うおー一発で5個は確保できた。完璧じゃないですか。さてでは、お楽しみのクラフトのお時間がやってまいりました。レシピ通り無事に磨かれた花崗岩ゲットです。これでもしかして流れが来ちゃったかな。運命に翻弄される流れじゃないかしら。さて、ひとまず新ブロックを積んでしまいましょうか。まずは花崗岩。そして磨かれた花崗岩です。これではい座標が15の高さまで足場が緩和されました。後ろ OK です。では早速はい座標15の世界に降り立ってみます。そろそろはしごが欲しいところよね。うおー今落ちたら死ねますね。地上は少しは近づいたでしょうか？暗くてわからなかったわよ。さて、そわそわしてしまいます。新たな高さを手に入れて、これで廃校が見つかる確率はぐんと高まったはずです。今から掘る3本目の南北通路で、もう廃校見つかっちゃうかもしれないですね。洞窟とかも無視して、満腹ゲージが残っているうちに廃校ぶち抜いてしまいましょう。なお、塔に積んだブロックの数がこれでちょうど10個になりました。ちなみにもう一段高さを稼いでも廃校埋蔵量は 1.1 倍になる程度なので、羊毛は無理して狙わない方がいいかもしれません。さて10分ほど掘り進んだところですが、砂利の塊を見つけました。前回壁埋め用のブロックが危うく切れるところだったので、ここぞとばかりにかき集めます。脇に空間があると通路でモブが湧きやすくなりそうだけどいいの？洞窟で壁を埋められない危険よりもまだいいです。まあワンスタック程度あれば大丈夫でしょう。土が見つかり次第粗い土装備にしてしまいます。で、その後5分ほどで土を見つけましたが、足元なんですよね。満腹ゲージの減りが激しいジャンプはなるべく使いたくないですから、ここは砂利と引き換えに土を採取しておきます。
さらに少し掘り進んだら金鉱石に阻まれました。いつものように迂回して掘り進もうとしたら、これ金鉱脈が横に2つ繋がってます。繋がるのめったにないんですけど、しかもなんでこうちょうど通路を妨げるように。最大限阻もうとする心意気は快だわ。さて、特に洞窟もなく西に64メートル掘り終わりました。ここから3本目です。もうちょいちょい掘って廃鉱を見つけてしまいます。あ、これは廃鉱が出ないパターンね。さて、15分ほど掘り進めたところです。洞窟掘り当ててしまいました。でも明るいし、静かですね。洞窟はどんどん突っ切ろうと思っていたのですが、あの黒い影、廃鉱がちらっと見えないか気になります。好奇心はテリーを殺すわよ。なんで私限定なんですか？ちょっとクリーパーとか反則、聞いてないです。あ、そっちじゃないわよ。うわー来てるし来ないで来ないで。あらあんなにクリーパーに会いたがっていたのに嫌いになっちゃったの？とんでもない。私がいつクリーパーに会いたがっていたと言うんですか。おっかなかったです。ワンブロック幅の通路ならともかくこんな広いところじゃ怖すぎです。ついでに溶岩の方も見てみたのですが、特にはモブは湧いてなさそうです。でも向こうまで洞窟が伸びてて嫌な感じです。ウィッチなら溶岩を渡ってきてしまうんですよね。それから少し掘り進んだら案の定、また洞窟を掘り当てました。先ほどの洞窟の続きのようです。でも溶岩の明かりが届いているし、モブはいなそうです。そういえばこの Y 座標15というのは、ダイヤ鉱石とレッドストーン鉱石の埋蔵高さ上限なんです。この高さではダイヤはほとんどないので掘り進んで阻まれることはめったにないでしょう。ダイヤと比べるとレッドストーンは埋蔵量が多いので高さ上限でもたまに見かけます。右側にあるのが上限のものですね。明かりはありがたいです。あやまたか。ほんともう洞窟勘弁願いたいんですけど。いつも通りの流れになってきたわね。さて、とりあえずモブはいない。あの先ちょっと気になりますね。洞窟無視して廃鉱掘り当てるんじゃなかったの？危なかったらすぐ引き返すとして、ちょっとだけ確認してみます。うおー、土踏む音だけとか怖いですよ。クリーパーかウィッチのどちらかですから。スケルトンがここで引き返せと言っている。ほんといいポイントにいつもいるわね。なんかさっきからこんなのばっかりな気がするんですけど。学習しないからよ。さて、それから10分ほど経過したところなんですが。焦った。いきなり背後から近づくのやめてください。二人も、これ多分肉を届けに来てくれたんですね。ありがたいです。もう発想がゾンビよりゾンビっぽいわよ。よし、これでひょっとしてハート回復できるかも。まさか、2体とも手ぶらゾンビとかないですよ。あ、やっぱり。さて、満腹ゲージがいよいよ寂しくなってしまったところで2分掘り進めたんですが。案の定。そういえば通路に水ダバーしたの初めてです。まあ、素直に一段下を掘り進めていきます。水の下をくぐった先で、音のする方を掘ってみたら洞窟を掘り当てました。まだ今まで水源を一つしか見つけていません。もう一つ見つけておいて、廃鉱発見後に無限水源で釣り堀作りたいところなんですが、ちょっと探索する意欲が湧きません。さらに3分して、また洞窟掘り当てたんですが、雲とかゾンビとかの音がして期待してたのに、なんでクリーパーもいるんですか？今の満腹ゲージでは正々堂々勝負とか無理です。太刀打ちできません。32メートル待機作戦で消えてもらいました。もうサクサク洞窟を突っ切りますって。凶悪子供ゾンビ。危ない。
今通路に入ってこられてたら死んでました。それから4分掘り進んだところです。先ほどの移動やらで満腹ゲージがもうやばいです。うわぁ、こういうのじわじわ来てもう辛いです。それから少し掘って、また洞窟見つけたんですが。まあ何もないですね。わかってたんですけどね。さて、拠点から240メートルほど掘ったところで今回はここまでです。1話につき500メートル掘る話はどこに行ったのよ。過去に置き去りになりました。洞窟がありすぎる時は難しいです。まあともかく、ゾンビは砂利で倒さないと厳しいところまで来てしまいました。やったことないんですけどやるしかないですね。多分しばらくゾンビ現れないんじゃないかしら。それではまたね。バイバイ。